にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙で藤の花を作ります。紫の折り紙を数枚準備します。一色でも構いませんが、濃いのと薄いのと両方準備してもいいかと思います。折り紙を長方形になるように半分に折ります。さらに半分に折り正方形にします。ここを切って半分にします。花びらの形に切ります。この先とこの角を丸く落とすようにします。下の折り目のある方を少し残して、この辺りからまずはこの右の角を落とすように丸く切ります。さらに上の角も切り落とすようにこのような形に切っていきます。下が折り目になっているので、つながった状態でこういった形に切ることができます。反対側もこの折り目の方を残して対称の形に同じように切っていきます。下から今度は左の三角を丸く切り、上の三角角を丸く切るようにします。こちらも同じような形に切ることができました。今のこの膨らみ方とか長さとかは適当で大丈夫です。今から同じように何枚か切りますが、違う形になってしまっても構いません。小さいものや大きいものや細長い形になったりといろいろあって構いません。このように2枚重なっていますので、1枚ずつ分けて1枚、2枚、3枚といたします。さらに外が白い方が外側になっているものもございますので、その場合は色がついた方を外にして折り直してください。一房にあたり20枚から30枚ぐらい切っておきます。紐を準備します。毛糸のようなものでも構いませんし、梱包用の紐でもいいかと思います。紐を適当な長さに2本切りました。今回は60センチと40センチに切っています。紐に先ほど切った折り紙を貼り付けていきます。広げて白い方の上の中心の角のところにこのように糊を塗って、まずは糸の先端に糸を挟むようにして貼り付けていきます。折り目で折って糸をこのように挟んで貼り付けました。下から順番に同じように貼っていきます。下の方は少し小さく切れたものを貼っていくといいかと思います。同じく広げて折り紙の色のついてない方の上の角のところに糊を塗って糸を挟んで、今度は先ほど左側に貼りましたので右側に来るように
挟んで貼ります。これを右に貼ったり左に貼ったり交互に繰り返しながら1枚ずつ上に向かって貼っていきます。長い方に10枚から15枚ぐらい貼れましたら、今度は短い方に同じように貼っていきます。長い方と短い方と2本作ることができましたら、上の部分を軽く揃えて2本一緒に半分に折り、このままぐるっと指に巻いて、出来上がった輪っかの中に糸の先をくぐらせて縛っていきます。これで輪っかもできましたし、一本に揃えることもできました。これで縁の完成です。葉っぱを作ります。緑色の折り紙を先ほどのお花を作った時と同じように半分に折って半分に折ります。さらにここで半分に折っていきます。三角の形になりました。上が紙端になっていて、下は折り目でつながっています。下の折り目の部分が少し残るように、このように山形にして切っていきます。ここはつなげたいので残しておきます。広げるとこのように葉っぱの形になっています。さらに広げるとこのように葉っぱが2枚つながっていますので、1枚ずつになるように切り離します。折ったままにしておいて、裏も表も緑色が見える形にいたします。何枚か切りましたら、紐を切っていきます。紐の長さはお好みで大丈夫です。長く作りたい場合は長めに切っておきましょう。紐に葉っぱを貼り付けていきます。葉っぱを広げて、この白い部分を上に出しましたら、葉っぱの根元になる方に糊を塗って糸を挟みます。同じくまた葉っぱを広げて、白い面の根元になる方に糊を塗ってまた挟み込みます。今は左側に葉っぱが来るように挟みましたので、今度は右に来るように貼ります。2枚ぐらいずつこのように重ねて貼ってもらうのがおすすめです。繰り返して貼っていきます。3枚目はまた間を空けて貼りました。3枚目と4枚目はまた少し重なるように貼っていきます。これを繰り返して好きな長さまで貼りつなげていきます。葉っぱも出来上がりました。吊るす場合は葉っぱの最後の紐も輪にして縛ると
吊り下げることができます。葉っぱをお花と同じように吊り下げても素敵ですし、藤棚のように横に吊り下げた紐や棒のところに絡めてもいいかと思います。また、お花にたまにこのように模様折り紙も混ぜても可愛らしくなるかと思います。ぜひたくさん作って吊るしてみてください。